そしたら下に膜を作る。どうも、2日です。ここに吹き出物ができましたね。20歳超えてできるニキビは全て吹き出物というので、ということで、ちょっとマジでテンションおかしいんですけど、今日はですね、あまりにも二日酔いでですね、今飲めそうではないので、虚無シリーズやりたいと思います。虚無ライスをやります。虚無ライスって何って言ったら、オムライスの具なしバージョンですね。これね、いや、もう、本当うまいんですよ。いつも茶碗みたいなのはいいのでやってっていいですかね。お腹減ったんで早く食べたいので、今回は虚無ライスです。リュウジのバズレシピ。材料はですね、ご飯、これ至高の白米の時に炊いたやつ。気になる方は至高の白米で検索してください。卵が2つです。それだけです。具は甘えなので、それでめちゃくちゃ美味しいオムライス、虚無ライスを作っていきます。やっていきたいと思います。ご飯をチンします。温めてる間に卵を割っていきましょう。溶いていきます。はい、完全に溶いちゃいます。そしたらもうフライパンいきましょうか。フライパンを熱してください。そしてバター入れます。まずケチャップね、炒めます。虚無リタンの時もやりましたね。炒めることによってすごくコクと甘みが増しますんで、結構入りますよ。これはこのままケチャップでご飯絡めてもいいんですけども、酸味が残っちゃって結構酸っぱいオムライスになっちゃうんですね。ここで、ケチャップを煮詰めて甘みとうまみだけを残したい。こういうなんかペースト状になってくるんですね。もうそうしたらうまみがかなり出てますんで、ここにご飯を投下していきます。でここでね、虚無リタンの時はパスタにケチャップを絡めるだけだったんですけども、ご飯にはこれね、コンソメ入れます。これなんでコンソメ入れるかっていうと、美味しいからです。コンソメ小さじ3分の1入れます。コンソメの塩気とうまみを入れることによってキリッとしたうまみと塩味がつきますんで、僕みたいな中年男性も美味しいねケチャップライスになります。でこれはもうご飯持ってくる。これがねすごく美味しいんでね、これだけでも美味しい。そうするとケチャップを炒めたこのテフロンパンっていうのはご飯が全てケチャップを取ってくれるんで、もう一回洗う必要ないんですよ。これでさっき溶いた卵なんですけども、ここに水大さじ1杯入れます。バター、卵をやるときには油重要。バター 5g と小さじ10の油でよーく熱する。フライパンがよーく熱されたら弱火と中火の間ぐらいにします。ここからね結構早いんで、そしたら下に膜を作る。膜を作ったらこう寄せます。こっちに、ね、寄せたらもう虚無なんでひっくり返さない。このままダイレクトにいきます。でこれはもうすごい半熟のスクランブルエッグになってるんで、もちろんケチャップだけでも美味しいんですけど、ケチャップ大さじ1と半分ぐらいね、小さじ半分のウスターソースね。ウスターソースが少し入ることによってコクと香りが増しますんで、こんな感じでございます。このソースをとろっとかける。あればパセリでもあるとカッコつけますね。これが独身男性のリアルな昼飯。いただきます。うめえ。
これ食うとオムライスですごい大事なのはケチャップと卵だったんだっていうのがよくわかる。このトロトロの卵がうまいよね。うまい。誰か食べてみる。いただきます。あそこいただきます。うまいっす。ルーいらなくね。ないのにめちゃめちゃうまいっすよ。オムライスってさ、ご飯と卵とケチャップでいいんだよね。突き詰めたらそうってことですよね。虚無シリーズって味の作り方の根本をやるから、具なしでこの味になるんだっていうのを理解するとめちゃくちゃ応用が効くんだよね。そうっすね。ここに追加するのは簡単なんだけど、研ぎ落としていくのはめちゃくちゃ研ぎ落とした結果なんですよね。僕もご飯めちゃめちゃうまいっすもんね。何をもってオムライスとするかっていう、だから哲学なんだよね。全然これなんか入ってなくても全然美味しいの作れるよってうんメッセージ性もこもってるんですよね。これさめちゃめちゃうまかったです。突っ込まないからね、本当誰も。はい